抑え込んだはずの感情は夜になると簡単に顔を出した。バーでアティは酒を水のように流し込みながら胸の奥に浮かんでしまった感情から目をそらそうと励む。もしかして本気でダオのことが好きなのではないか。その問いが頭から離れない。ヨハンに打ち明けた時点でもう答えは決まっていた。救いようがないなとヨハンは意味深に微笑んだ。泥酔したアティはカードキーをなくし、ヨハンの策略でダオの部屋に転がり込む。ダオは彼を床に放置したまま布団すら渡さず、そのまま朝になる。キスや告白で一気に関係が進むような展開を期待していると肩透かしに感じるかもしれないが、なかなか距離が縮まらないこの感じがたまらなくていい。じわじわと気づいた時にはもう引き返せないところまで落ちている。その過程があまりにもリアルで目が離せない。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。翌朝、目を覚ましたアティの視界に入ったのはすやすや眠るダオだった。気づけば自分からその布団に潜り込み、ダオは猫みたいにその中に収まって穏やかに眠り続けていた。アティはもう完全に沈んでいる。でもダオの体温が高いのに気づき、看病までしてしまった。それでも絶対に恋に落ちないとヨハンに言い切ってその場を去る。母を失ったことでこれ以上大切な存在を増やすことに臆病になっているのだろう。でももうとっくに落ちていることは誰の目にも明らかだった。戻ってきたアティはエレベーターの前でまたしてもダオと鉢合わせする。これから学校に行くと聞いた瞬間、さっきまでヨハンに言い切っていた言葉なんて跡形もなく消えていて、当然のように送ると言い出し、そのまま学校まで乗せていく。さらに迎えにも行くと勝手に決めてしまうが、ダオはノースに頼る。それでも引き下がらないアティに結局押し切られた。その夜、アティはもう自分の気持ちから逃げきれないと悟り、ダオを手に入れると決める。一方でダオもアティの向かってくる気配にはとっくに気づいている。それでも元彼に深く傷つけられた記憶がまだ消えず、新しい恋に踏み出すことをどうしても恐れていた。翌日、アティは半ば強引にダオの部屋に押しかけて、ただ一緒にいたいだけだとまっすぐにぶつけてくる。そのあまりの押しの強さにダオは思わずノースに電話をかけるが、当のノースはアティの肩を持ち、余計に苛立ちだけが募っていく。それでもアティはまるで意に介さず、後ろから抱きしめて離さなかったり、手を掴んだまま近づいたりと隠しようもなく好意を差し出す。これまで誰かを好きになったことがないからこそ、こんな不器用でどこか子供じみたやり方しか知らないダオが学校で絵を描いている最中にも、不意にその太ももに頭を預けて視線を奪おうとする。その距離の近さに戸惑いながらも、2人が同じ空間にいるだけで時間の流れは驚くほど穏やかで、どこかおかしくて、そしてどうしようもなく愛おしい。そしてアティは生まれて初めて父に好きな人ができたと真剣な顔で告げる。自分の息子に限ってそんな日が来ないと思っていた父は驚き、ダオを家に招いて食事を共にすることになった。母の霊を探してくれたことへの感謝も込められていた。帰りの車の中でダオはここまで本気で向き合ってくるアティにほんの少しだけ心を開く。その変化を感じ取った瞬間、アティは子供みたいに無邪気な笑顔を見せた。自分の思いがようやく届いた気がしたからだ。その夜、アパートに戻るとダオの部屋の電気回路が壊れていることがわかる。修理には数日かかると聞いた途端、アティは当然のように自分の部屋に来ればいいと言い切る。ベッドはもちろんダオに譲り、朝食を買い、さらにダオのマナネコの餌まで抜かりなく用意してから学校へ向かう。そのまま一日を終えて帰ってきたアティは疲れ切ったままダオの太ももに頭を預け、そのまま眠りに落ちた。ダオはその重みを受け止めながら、このままずっと変わらなければいいと願うが、人の心が変わることも痛いほど知っているから簡単には信じきれない。やがて目を覚ましたアティの視界に入ってきたのは、無防備なまま立つパジャマ姿のダオだった。
まだ意識が追いついていないのか、それとも好きだという感情が限界を超えたのか、抑えが効かなくなったアティはそのまま首元に噛みつくように触れてしまった。その瞬間、冷たく突き放すような声で出て行けと言われ、その一言で一気に現実に引き戻され、動きが止まった。私はこのコントロールを失う瞬間にどうしようもなく惹かれてしまう。理性で整えられた綺麗な関係ではなく、感情が一気に溢れてしまうあの瞬間があるからこそ、人間であることをさらに強く印象づけられる。このシーンで一番高ぶっていたのは間違いなくこの私だった。何よりアティはすぐに我に返り、きちんとダウに謝った。その夜、ソファーで眠るダウを静かに抱き上げてベッドへ運び、何も言わずに布団をかける。その優しさがさっきまでの衝動と同じ人間の中にあることに妙に胸がざわつく。翌日、ダウは半ば強引にアティに連れ出され、サッカーの試合をする彼をベンチから見守ることになる。帰りの車の中でアティが自分のスケッチを持つダウを見て、どうして描いたのかと問う。ダウはためらいもなく、笑っているその顔が好きで残しておきたかったと答えた。その一言が落ちた瞬間、アティの中で何かが完全に弾けた。抑え込んでいたはずの感情が一気に溢れ出して逃げ場もなく押し寄せてくる。シートベルトを外す小さな音を合図に、全てが決壊するように動き出すあの瞬間、抗えない衝動と本能がむき出しになる。その圧に完全に持っていかれたのはまたしてもこの私だった。ところで私は攻め同士が並ぶ瞬間にどうしようもなく弱い。今でも1位は逆愛のチェンとゴアが並ぶシーンで、体の奥から一気に熱が駆け上がってくるあの感覚をもっと欲しいと思ってしまう。どうしてもこんなにも血が湧くような興奮に襲われるのか、同じ感覚に心当たりがある人、どうか挙手してほしい。また次回お会いしましょう。ではでは。